ラストウォーサバイバル。2023年の夏に爆誕したこのスマホゲームは、2023年12月末から24年の3月に Facebook を中心とした広告展開で世界的にユーザー数を爆増させてきました。どれくらいみんながアプリにお金を使ったのか指標になるセールスランキングというものがあります。2024年は6月以降のセルランは常に10位以内。ちなみに私が動画投稿を始めたのもちょうど2024年の6月です。そして2025年セールスランキングは常に10位以内。なんだ、1位とか2位ではないのかと思った人もいるとは思いますが、実はこれ相当パネー成績です。たまたまこんなところに2025年のゲームの売上の成績をまとめてくれた記事があります。Apple Store と Google Play Store の合算で売れたゲームの金額、ポケポケやモンスト、フォアサバ、ウマ娘などを抑えて、第1位、ラストウォーサバイバル。大化け物中の大化け物です。2024年は途中から売り上げを伸ばしてきたはずなのですが、それでも2位だったみたいなので、この売り上げの安定感は半端ないでしょう。おーすごい、ラストウォーやべえ、と思う一方で、次のようなネットの意見は後を絶ちません。誰がこんなゲームに課金してるん？なんでイベント後のモンストより上やねん。下がっては1位の繰り返しで草。ネットの掲示板ではこのような意見が後を絶ちません。どうやらこの掲示板を使っているユーザーは X やインスタを探してもラストウォーに熱心に課金をしているプレイヤーが見つからないことを不思議がっているようです。さあ、果たしてこのゲーム誰がやってて課金をしてるんでしょうね。今回は2025年のこのポコタンのチャンネルの視聴データを見ながらラストウォーをどんな人たちがプレイしているのか見ていきましょう。今回のデータの出所はポコタンのラストウォーチャンネルの2025年のデータからです。あくまでこのチャンネルを見ている人の傾向とはなりますが、このチャンネルはラストウォー関係の動画しか出していないので、大まかな傾向はわかると思います。まず、基礎的な部分。当チャンネルはだいたい週3投稿です。週に2回はゲーム本編の動画を出して、日曜日にミニゲームの前線突破の動画が出ます。ほぼこのペースを崩していないので、多分1年間では144本くらい出しているはずです。2025年、総視聴回数は1343万回でした。数字が大きすぎてもうよくわからないのですが、これは5年前に出ている桑田佳祐の波乗りジョニーと張り合えるくらいです。2025年登録者数の増加は 2.6 万人です。ありがとうございます。増えたね。増加人数は毎月1300から1800の間を推移しており、ここに大きな変化はないです。長くやっているとゲームを卒業しているプレイヤーも目立ちますが、新規のプレイヤーもその分増えているといった印象です。まずは性別を見ていきましょう。1割女性、9割男性、男の子に人気ですね。これは実際のプレイヤー層を考えてもかなり妥当な気がします。チャットなどでの印象は結構女の子が多いような気はするのですが、お話ししない人の人数も考えると、女性は 10% から多くて 15% ぐらいじゃないかなというような感じはします。次に年齢層、10代がほぼいません。24歳までは 2% しかこのチャンネルを視聴していないようです。一方で35歳から54歳が 70%。これがラストウォーを支えているメイン層と言えるでしょう。先ほどの性別と合わせると、この世代の男性、つまりかなり働き盛りのジャパニーズビジネスマンたちです。ラストウォー第一次広告期は、Facebook での広告展開が主だったと言われています。Facebook は実名登録で、ビジネスのコミュニケーションツールとしての活躍の場も多い SNS です。はじめから明らかにこのビジネスマン層を狙ってきているとも言えますね。ラストウォーで良い思いをするためにはお金が必要です。どんなに時間をかけたとしても1000万、1億と積んだプレイヤーの前では粉砕されるのがこのゲームです。こういったゲームの種類を Pay to Win と言います。これは自由に使えるお金が少ない層には厳しいゲームとも言えるでしょう。
この逆が Time to Win。かけた時間とプレイヤーの技量が勝利の鍵となる世界です。反射神経を必要とするものが多く、若い人を中心に人気です。ラストウォーは自由にお金が使える層向けのゲームと言えるでしょう。あと、細かくログインできた方がいいので、日中のログインが制限される学生さんとかはやりにくいですね。毎日11時にログインするために、ゾロゾロとお腹が痛くなり出す学生さんになっちゃいますからね。ちなみに、毎週日曜日の前線突破、これ報酬少ないですよね。しかしこれは仕方がないことです。前線突破は明らかに時間をかけたものが報われる Time to Win のゲームです。ラストウォーの根本にある Pay to Win のコンセプトと相反するものなので、ここでたくさんの報酬を得ることはできません。戦力が上がらない特別なフレームはもらえますがね。そういった点では上手にTime to Win の層の欲を少し乱しているとも思います。他にも定期的にラストウォーではTime to Win 要素をゲームの中に散りばめてあります。このあたりの設計は非常に良い塩梅だと感じます。さて、これだけでもセールスランキングが上位であることにもだんだんと納得ができる要素が揃ってきました。しかし、ここでこのような疑問もあるでしょう。一部の超ハイ課金がセールスランキングをぶち上げているんじゃないか。皆さんも一度は見たことがあるでしょう。見るからに危ないフレームをつけている人、装備が真っ赤な人、なんか変なオーラが基地から出ている人、世の中には一定数、息を吸うように課金しちゃう人がいます。確かにその人たちのインパクトは非常に大きいでしょう。ただ、ラストウォーにはある要素があります。ゲーム内通貨、金塊。2024年からすでに始まっているこの金塊の制度。これは少しだけお得に課金ができる方法です。普通に課金をするより 5% ほどお得に購入ができるので、課金額が大きなユーザーほどこのアイテムを使う恩恵は大きくなります。そしてこの金塊で課金をした場合の課金額、これはセールスランキングに反映されません。もちろん通常の課金でたくさんお金を使っている人もいるでしょうが、一部の超ハイ課金層がセールスランキングをぶち上げてるんじゃないかという疑問に関しては、課金額が高いほど金塊で受けれる恩恵が大きくなるので、むしろハイ課金であるほどセールスランキングには協力してないんじゃないかというのが私の見立てです。同時にラストウォーのメイン層となる人たちはゲーム内通貨の利用という文化にはそこまで慣れ親しんでいない可能性もあるので、このランキングは割と微課金、カジュアル課金の人たちが作り出したセールスランキングとも言えるでしょう。このゲーム内通貨の手法は他のゲームでもかなりメジャーですので、若い層が多いゲームに関しては案外そちらでの売り上げがあるかもしれませんね。まとめると、ラストウォーをやっているのは30代から50代のビジネスマンです。自分で稼いで自由に稼げるお金と自由に使える時間がそこそこある人たちが多いでしょう。ハイ課金はゲーム内通貨を使ってるんじゃないかなと思うので、彼らだけでセルランをぶち上げるというのはあまり現実的ではなさそうです。どちらかというと、ちょっと課金する微課金勢の方が少しずつセルランに貢献しているという側面が強そうです。はい、これでラストウォー、セルラン、おかしいとかで検索する人の謎は解けましたね。あと、これまで私のチャンネルつけてなかったのですが、今年から企業様向けの問い合わせ窓口作りましたので、概要欄からご確認ください。そして、ここからは、もっと皆さんのパーソナリティを覗いてみようと思います。あなたがどのデバイスでどの地域から見ているかなんかも私分かっちゃうんですからね。今年の人気コンテンツですね。トップは英雄配置の動画。ロケラン最強説のショート。戦力の上げ方。英雄まとめ動画。再生されているのは軒並み英雄関連の動画ですね。動画に広告を貼る企業の皆さん。英雄関係の動画は狙い目です。ちなみに今年ナンバーワン滑り動画皆さんご存知でしょうか？滑ってるのでわかんないと思いますが、
これですね。モンハン鉄筋針作ってみたです。これもダダ滑りしてますね。デバイスはこんな感じです。やっぱり意外なのが、テレビの視聴率がかなり高いんですよね。25%。4人に1人はテレビです。なんかお茶の間でイエーイとか流れてると想像するとちょっと恥ずかしいですね。国です。日本が1位。これはわかりますね。さあ、ここから問題です。この辺を当ててください。はい、時間切れです。台湾、アメリカと続きます。そして、タイ、韓国。意外ですね。タイが入ってくるんですね、ここに。これが海外のユーザーのアクセス傾向なのですが、1週間に1回、ある曜日だけぐっとアクセスが伸びてきます。さて、何曜日でしょうか？わかる人多いかもしれませんね。日曜日です。全線突破を見に来ていますね。全線突破は言語の壁を越える。再生回数を都道府県別に並べてみました。下から順に並べていっています。これで私の動画どの地域の人たちにたくさん見られているかわかりますね。ちなみになんですが、この再生回数全部取れてないです。データ多すぎて、上の4割ぐらいかな。再生回数の多い、少ない、もちろんありますが、感謝を全国の方にお届けしたいというふうに思っておりますので、一番下から順に都道府県名読み上げさせていただいて、あとは私の拙い、ギリギリあるかないかのその都道府県知識を交えながら見ていきたいと思います。お付き合いください。まずは、栄えあるかどうかわかんないですけど、最初だからね、目立ちますよね。48位。鳥取県。これ鳥取県は砂丘と水木しげるですね。次、佐賀。佐賀は、有田焼、唐津焼といった焼き物が非常に有名です。鳥栖ジャンクションは九州のハブになってます。山梨。フルーツ王国、あとは湖ですかね。山形。さくらんぼ、米沢牛、蔵王。島根。出雲大社とすげえ激坂があるところです。秋田。きりたんぽと生ハゲです。福井。恐竜とカニです。岩手、わんこそばと宮沢賢治。青森、リンゴと津軽海峡です。山口、フグ、そしてガードレールがオレンジですね。ここのよくわからないのは、これ海外の皆様ですね。高知、坂本龍馬とカツオです。徳島、渦潮と阿波踊りかな。奈良、高市早苗さんの地元ですよね。あとは鹿とヘズマ竜。長崎、皿うどん、それからサッカーがいっぱいあって、島の数がやべえですね。宮崎、マンゴーサーフィン、あと、小倉、沖縄高いですね。お土産といったら、星の砂、キラキラしてて綺麗なんですよね。あとは、ジャングリア、大分、温泉、空港が宇宙開発してる、あと、ハローキティ、和歌山、白浜、熊野古道、香川、うどんとゲーム規制条例、石川、輪島塗り、ゴーゴーカレー。富山、雪がすっごい道、アルペンルートか。あと魚美味しい、チューリップ。滋賀、でっかい湖、貴重な在来種の声がいたはずですね。意外と京都、大阪とかも近くて、住みやすいイメージです。三重、真珠、伊勢神宮、スペイン村、愛媛、みかん、猫の島、エモい駅、岐阜、白川郷と下呂温泉、鹿児島、桜島、黒豚、天気の中に灰みたいな気候がある。長野、君の名はの舞台、漬物、海に面してない。福島、北方ラーメン、会津若松、鬼滅の刃の無限城みたいなところがある旅館。熊本、くまモン、阿蘇山、TSMC、栃木、日光東照宮、いろは坂、U字工事。群馬、草津温泉、なんだっけ帝国、茨城、納豆、やばい、納豆しか出てこない。補修だな。新潟、コシヒカリ、茶道、シュッとした鳥。岡山、桃太郎、倉敷、大原美術館。宮城、牛タン、ずんだもん。静岡、お茶、ヤマハ、熱海、京都、だし、伝統と革新。さあ、トップ10です。広島、牡蠣、宮島、広島焼きカープ。兵庫、たこ焼き、玉ねぎ。千葉、ジーバくん、落花生、ディズニーランド。埼玉、野原家、大宮、通行手形。北海道、広い、除雪、業界。
福岡、麺べい、厚尾、博多華丸大吉、愛知、豊田、米田、ココイチ。トップ3ですね。神奈川。ここまで来ると、あれですね、再生数がガンと伸びてますね。赤レンガ倉庫、かまぼこ、あと鎌倉かな、江ノ島かな。いいですね。行ってみたいですね。東京都。ここに来て東京都です。一番最近行ったのはいつかな ?4 月頃だったかな。あそこに行きました。寿司三昧。寿司名人。いや、寿司三昧。そして栄えある第1位が大阪府。大阪ですね。いつもランキング上位というか、私のこの動画は大阪の人に一番見られている。万博行きましたよ。9月の末に。大阪はですね、フェリーで行くのが好きなんですよね。楽しい。といった皆様に支えられて、2025年も動画投稿続けることができました。本当にありがとうございます。はい、というわけで今回は2024年、25年とめちゃめちゃ調子がいいラストをどんな人がやっているのかまとめてみた動画でありました。皆様のおかげで今日まで続けることができました。これからもラスト王の教科書的なチャンネルを目指していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回の動画はゲームの攻略ではありませんが、よければ連盟員とのコミュニケーションツールの一つとしてこちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。茨城は日立海浜公園というところのネモフィラとコキア、あと干し芋が有名らしいです。勉強になりました。